ますますそういう影響で田舎が嫌になって、絶対にいつか東京に行くっていう気持ちが大きくなってました。まずは、私は日本の愛媛県で生まれました。はい、もう何回もね、こちらの動画でね、はい、四国出身です。愛媛出身ですってお話をしておりますけども、はい。愛媛っていうのはね、結構ね、日本の中でも田舎に属するんじゃないでしょうか。はい。結構こう、生徒さんからとかでも、先生どこ出身ですかって聞かれて、愛媛県ですよって答えると、どこですかってよく言われるぐらい、あんまりね、まだこう、知られてないのが現状なんですね。はい。で、やっぱり田舎でね、じゃあ実際に育つのってどんな感じなのかと言いますと、こまあ、正直言って、私の答えは、私の年齢によって考え方が変わりました。つまり、子供の頃の私と、今の私、まあ28歳、もうすぐ9になるんですけども、今の年代と、ってなると、田舎に対する考え方は全然違います。今日はそのお話について、お話をしていきたいと思います。はい。まずね、子供の頃の私は田舎が好きじゃなかったです。はい。子供の頃はね、私、自分がまず、まあ、第一として、ここが田舎でとも思ってなかったですね。田舎と思ってなかったです。なぜかというと、この景色、この人々、この食べ物っていう、その生まれたところっていうのは自分の基礎になるわけですから、比べる対象がないんですね。それが私のこの基本になるので、他を見てないと、田舎かどうかのこの判断もできないです。つまり私にとってこの町は田舎だとは思っていませんでした。はい。まあ、単純に海も近い、山も近い、夜になると静かになる、みたいな。はい。もう、シーンです。夜になると虫の声が聞こえます。はい。近所のね、人が私の名前を知ってるのもそうですし、こどこどこの家庭がとか、どこどこの人たちがとか、結構ね、ズーズーでした。話が漏れてましたね。いろんな人の話を聞くし、話されてるし、みたいなね。これ田舎あるあるですね、本当に。はい。そういうのが全部当たり前でした。で、それはね、特に当時の私は特別だとも思ってないし、これが普通なんだと思っておりました。はい。でも、まあ、正直に言うとね、こう、年齢を重ねれば重ねるほど、こなんて言うんだろう。東京とか大阪っていうものを、こう、テレビとかね、雑誌とか、いろんな媒体で見るんですよね。すると、やっぱりテレビで見る東京とかってすっごいキラキラしてるんですよ。はい。もうたくさんの人が多いし、お店も多いし、もう最新の流行とか、もう楽しそうな場所、みたいな。まあ、それに比べて私の街は、みたいなね。何もすることないじゃん、みたいな。で、やっぱり、それが退屈に感じてくる年代っていうのがあるんですよね。こう、やっぱりこう、自分の身なりとか、この自分の将来とかを気にする年頃、14、17、8ぐらいが私は本当にピークでしたね。あの、こう、田舎での生活がすっごいちょっと嫌気がさしてました。はい。もう遊ぶ場所ってなってもう行く場所が毎回一緒なんですよね。私が小学校高学年の頃は友達とよくゲームしたりとか雑誌読んだりとかしてましたね。友達の家に行ったりとか、まあ家でゲームしたりとか、まあ友達よく呼んでました。私、来て来て、家来てって5、6人呼んでました。でもちっちゃい部屋で遊んでました。でも、やっぱりそれが小学校の時の話ですね。で、中学校になると、親の許可がもらえると、やっぱりこう、電車に乗って、ちょっと離れた街に出ていくんですよね。で、そのゲームセンターでプリ取ったりとか、あと、まあ、マクドで恋バナしたりとかね。まあ、懐かしいね。なんか、恋バナっていうのは、この好きな人の話、恋愛の話をね、するんです。
はい、好きな人いるの最近彼氏とはどうなのとかね。それ、マックでな、ハンバーガーを食べながらとかね。ゲームしながらとか語ってましたね、よく。はい。そういう、なんていうかな、遊びに対するものが毎回同じになってきちゃうんですよね。で、私結構その当時って、私、まあ13歳、12歳のぐらいの時からギャル雑誌、ギャルにハマってたんですね。ギャル。超かわいいですね。はい。ギャルにハマってたんです。ギャル雑誌読み漁ってました。はい。まあ、友達も結構そういう雑誌が好きなんで、結構家でね、メイクしたりとか、髪の毛巻いたりとか、結構ね、遊んでたんですけど、その雑誌の世界の女の子たちって、こう、すっごいキラキラしてるんですよね。同年代なのに、なんか違うみたいな。で、やっぱりこう、ますますそういう影響で田舎が嫌になって、絶対にいつか東京に行くっていう気持ちが大きくなってました。はい。で、やっぱり、こう、何かこう、なんていうかな、なんていう、どこかに行くと絶対に知ってる人がいるのがストレスでした、私は。なんか全部自分の行動を知られてるみたいで。はい。なんで、とにかくね、早く大きくなって早く都会に行きたいと思ってました。はい。で、そこから、それが中学校の時ですね。で、高校生になって、17歳ぐらいの時ですね。もう私は限界になりました。はい。もうこれは無理です。渋谷のマルキューで働きたい。渋谷に行ってギャル見たいでした。それしか考えてませんでした。はい。なんでね、初めて、人生初めて高速バスに乗って、はい。愛媛県から松山じゃない。愛媛県から東京までね、はい。夜行バスに乗って、一人で、初めての一人旅でした。に来ました。ね、すっごく長かったですよ。愛媛県から東京まで夜行バスだと12時間ぐらいかかってましたね。はい。もうすごいなんか、初めてだったんで、すごい不安と楽しみで、もうなんか、あの当時の気持ちは忘れれません。はい。で、やっぱり実際に今東京に着きました。で、渋谷駅じゃないや、新宿駅に行きました。なんだこりゃ。なんだこりゃでしたよ。もうマジで。その時の記憶があるからこそ、今こう、日本に来て、日本で生活してる海外の方って私すごいなって思います。初めて新宿駅に行った時の私の人の環境を今でも忘れられません。その中で生き抜いてる外国人ってやばって思いました、私。はい。ということで。もう、そういうね、大変な部分もあるんですけど、やっぱりその、キラキラした部分の方が自分の中では大きかったので、もう、見るものすべてが、もう、特別でした。はい。何でもある、どこでも行ける。もう本当に便利だしてね。はい。やっぱり田舎での生活って、私が住んでる町って小さい町なので、コンビニに行くのも歩いてだと20分とか30分かかっちゃうんですよね。場所によっては。はい。なんで、すぐ電車に乗って、電車から降りると何でもある、その環境っていうね、私にとってすっごい便利だったんですけど、やっぱりその分人が多い。この人が少ない人口で育ってきた私にとって、その東京っていうのは、あまりにも人が多すぎて、やっぱり疲れちゃいましたね。最終的にはね。もちろん都会は素晴らしい場所なんですけど、やっぱりなんとなくね、心が落ち着かないっていう感じでした。はい。でもその時ね、こう気づいたことがあって、ちょっとロマンチックな話になっちゃうんですけど、私がこの田舎で見てるこの海に沈む夕日とか、山から登ってくる朝日って、この東京に住んでる、都会に住んでる人たちは見たくても見れない光景なんだなってその時思いました。でも逆に私もその今見てるこの東京の景色って普段見れないものなんで、すごい特別、やっぱり特別って思いましたね。やっぱないものねだりなのかなって思いました。はい。で、私ね、ちょっと話戻すんですけど、田舎の好きなところで、スピードが超ゆっくりなんですよ。話すスピードもゆっくりですし、なんていうかな、
時の流れが同じ1分1秒なのに、ゆっくりしているっていうとこですね。結構、なんていうかな、うーん、穏やかな人が本当に多いですね。うん。やっぱりなんていうのかな、仕事はね、もちろんありますよ。忙しい人もいますよ。でもやっぱり、なんとなくですけど、東京とかに比べると、ゆったり、余裕があるかなと思います。私はね、その空気が大好きなんです。はい、今ね、この当時じゃなくて、今の私はそのゆっくりしたスペースがすごく好きです。で、あと自然ね、海、山、この季節の変化が感じられる。もうそれは生活の一部になってますから、私はそれが本当に大好きです。で、やっぱり田舎の嫌なところっていうのは、やっぱり誤解はしてほしくないんですけども、完璧ではないんですよね。いい場所もある。それは都会も一緒で、いい場所もあるし、悪い場所もある。それは田舎も一緒で、いい場所も悪い場所もある。でも、やっぱり田舎のちょっと不便なところって交通面なんですよね。やっぱり、特に四国って本州から来た時に新幹線が通ってないので橋を渡る必要がある。なんで大阪じゃないや、岡山で一回乗り換えをしないといけない。それがちょっと億劫に感じるですね。はい。で、あと若い人にとってもね、やっぱり退屈ですよね。若い人たちは結構この自然とかのんびりした環境じゃなくって、もっと楽しみたい、こう、キラキラしたものを見たいって思う多分年頃だと思うんで、そういう若者たちにとってはこの田舎のスローライフはちょっと退屈だと思います。私も当時そう思ってました。はい。今でもやっぱりね、その交通の面では不便だなってめっちゃ思います。だからね、田舎がいい、都会がいいっていうより、それぞれいいとこもあるし、悪いところもあると思います。はい。で、私の本音はね、田舎と都会はその競争相手ではないということです。今言ったんですけど、どちらも良さがあるし、まあ悪いとは言いたくないですけどね、マイナス面もあると思います。はい。やっぱり一回外に出たからこそ地元の良さが分かるようになりました。あの、子供の頃の私に出会えるんであれば、今は分からなくてもいいよ。いつかこの場所の価値観に気づくからねって言ってあげたいです。はい。やっぱりこのね、田舎どうのこうのっていうより、私が海外に出ようと思ったきっかけって、日本が嫌って思ったことがある。教育、日本の政治、日本の人たちにも嫌気がさしたっていう時期があったんです。なぜか知らないけど。はい。その時に私初めて、あ、私はこの日本に住んでて、なんていうかな、人を変えることは無理、政治を変えることは私の力では無理、だったら自分が他の国に行けばいいんだと思って海外に行き始めたのが理由なんですね。はい。なんで、逆にまた今度別のね、内容でちょっとお話はしていきたいと思うんですけども、この海外の経験を得た今、私は何を思うかというと、日本最高って思います。日本が一番って思います。はい。マジで。はい。当時の自分、ちょっと反省してほしいですよね。ちょっとちゃんとやってって。はい。でもね、はい。今でももちろん旅行は好きです。都会に行くのも好きです。新しい場所に行ってね、新しい経験をするのも好きなんですけど、でもやっぱり帰りたいって思う場所は、この四国の愛媛の小さな町です。はい。やっぱり子供の頃はね、何もない退屈だなと思っていても、でも今は私っていうこの人間を作ってくれた大切な場所だと思っておりますのでね。はい。やっぱり皆さんね、それぞれやっぱり出身地によって都会がいい人、やっぱり都会で育った人はやっぱり都会の方がいいっていうのと同じで、田舎で育った私にとっては田舎の方がいいというお話でした。皆さんはどうですか？都会で育ちましたか？それとも田舎で育ちましたか？ちなみにどちらで住みたいですか？将来。ぜひね、コメント欄でね、今後自分が日本に来た時に住んでみたいのはどっちとかね、いろいろコメントを書いてくれると嬉しいです。はい。では今日はね、
田舎育ちの私が思う田舎の生活についてお話をしてみました。はい、ぜひまた皆さん次のトピック、なんかリクエストがあればお話をしていきたいと思いますので、コメントでお願いします。はい、では今日もありがとうございました。また次会いましょう。バイバーイ。